今回はヘッドライト、カスタムしていく中で、オーナーさんも結構ヘッドライト何にしようとか悩む方がいるんで、そういうのを何パターンか参考になればと思って、紹介したいと思います。ガスタンクとハンドルとヘッドライト、結構ヘッドライトもみんな悩む方が多いんで、これを見て参考にしてもらえたらなと思います。この車両、ガーターホークで、ヘッドライトがこのタイプ、白型の、これはヴィンテージの、ガイドのヘッドライトなんですけど、これを装着してます。これもね、なかなか手に入らないし、出てきても高騰したり、値段が高くなったりとかしてるんですけど、このガーターホークに、あえて他の車両と違うような感じにしたいっていうところで、このライトを装着してます。ヘッドライトが、こうやって見つかっても、結局マウントの仕方、ヘッドライトのステーをどうしようかっていうのは、ヴィンテージのヘッドライトには結構あるあるで、このヘッドライトのステーもガーターホークのライトマウントがある中でどう止めるかっていうところで結構考えて、しかも、強度も考えなあかんし、その上でこういうマウントの仕方して、クールに止めれたかなと思います。で、次、これスクエア型のヘッドライト。これはレプリカでよくあるタイプなんですけど、スプリンガーホークにつけたら、こんな感じという風になります。で、今、カスタムしている車両で、Y グラのこのホークに、これは5と4分の3の、これも普通に市販で売ってるレプリカのヘッドライトを装着してます。この辺はね、明るさもしっかりあって、取り付けも容易にできるんで、問題はないですね。これをブラックにするかメッキにするかとか、そういうのは、オーナーさんのチョイスで、Y グラにはしっかり安定のっていうか、バランスよく収まりますね。で、次は、こちらのヘッドライト。これは、レンズの大きさで言ったら4インチぐらいなんですけど、これはワンオフで製作してます。小ぶりで、光量もあって、こういうフルカスタムした車両には味気ないんで、ちょっと一からヘッドライトのボディを製作して造形をつけています。ボディとリムでこれは色を塗ってメリハリをつけてるんですけど、かなり手間で大変な作業ですけども、出来上がって取り付けた時にやっぱ頑張った分だけのクールなものになってるかなと思います。で、次は、この 35π のフロントフォークに、こちらのヘッドライト。このパンケーキ型って言われるヘッドライトなんですけど、これもヴィンテージので、これも結構値段もね、見つけても高い、なかなか出てこないとか、いろいろありますけど。でこれも、ヘッドライトを見つけて、どう止めるかっていうところで、これもすごいヴィンテージ系あるあるのヘッドライトのステーっていうところで、これもかなりこだわって、マウント自体はフォークのトリプルツリーに溶接して、ヘッドライトのステーをかなり考えて制作しました。強度的にも、ルックス的にも、すごくいい感じかなと思いますね。光量はね、どうしても暗いけど、ルックス的には、すごくマッチして、この車両を引き立てるようなヘッドライトになっています。同じくね、これと同じような、ヘッドライトで、こういうのがあったりとか、レンズイエローで大きさも同じっていう、この辺は好みになるんで、こういうヘッドライトもあります。一緒ですよね、ボディ。次に、トライアングル。三角形のトライアングルの、ヘッドライトになります。これは、スプリンガーホークに、2連で上下につけております。ロングホークにはこういうのもね、マッチするし、普通にショートサイズでも、マッチしたりするんですけど、ロングだとやっぱり長い分、2連でつけるとまたかっこいいですよ。こういうのもレプリカもあれば、ヴィンテージのもあるし、厚さが薄かったり大きかったりあるんですけどね。その車両にマッチしたなんかクールなものをチョイスして
ヘッドライトもこだわっていければなというところですよね。そしてこちらが、74スプリンガー。結構74スプリンガーつけてる方、多いと思うんですけど、74スプリンガーに4インチのヘッドライト。これは、既存で売ってるものなんですけど、ヘッドライトを74で、でかいのにするか、こういうちっちゃいのにするか、っていうところで、全然車両の見え方も違うんですけど、ここはあえて4インチ。このぐらいが一番ベストかなっていうのもあるんですけど、違和感なくすんなり収まってますね。74スプリンガーに4インチのヘッドライト。そしてこちらも、74スプリンガー。74スプリンガーに、4.5 のヘッドライト。これは、ユニティタイプと言われるやつで、これレプリカになります。74に、このユニティタイプのヘッドライトも、はまりますよね。どの位置につけるかっていうのが、好みになるんですけど、車両のバランスを優先して、この位置に今回つけてます。これが、ヴィンテージのユニティだと、この上の部分に、ユニティってロゴ入ったりとかしてますね。こいつはレプリカのタイプとなります。そして、こちらの74スプリンガーに、ヴィンテージの、ホグランプをちょっと今当てがって置いてみました。これ、1個でもね、ルックスはいいけどあまりにも光量はないんですけど、74スプリンガーに、このサイズのヘッドライト2連で取り付けるとこんな感じ。これもね、見た目はかなりかっこいいし、個性があっていいんじゃないかなと思います。例えばこれに74スプリンガーにでかいヘッドライトをつけると、こういう見た目になるし、例えばヴィンテージ系のヘッドライトで、持ってるもの、この今うちのガーターホークにこう合わすと、こんな感じなんです。例えば先ほどのスプリンガーホークのロングホークにもあったけど、今の2連でつけるとこういう感じ。これちょっと間隔空きすぎかなと、もっと詰めてもかっこいいかなと思うんですね。で、在庫してるヴィンテージ系のヘッドライトで、スクエア型のちっちゃいタイプ。これ1個だとこれ。こんな感じ。これもまた2連でいってもかっこいいし。車両の雰囲気、車両がオールドスクールで、チョッパーで行くなら、こういうのもありやし、こういったものをね、さっき言ったように、持ってるんで、また声かけてもらったらなと思います。でカスタムしてる時に、やっぱりこのヘッドライトっていうところで、大きさもそうやし、この前後のライトのマウントの位置っていうのもやっぱり出過ぎてもかっこ悪いし、なるべく入れたいし、っていうところでマウントの取り付け方とか苦労すると思うんですけども、そこは言ってもらったらもう可能な限りクールな止め方にしたいなと思いますんで、こういう動画を参考にしてもらって、いろいろヘッドライト悩んでもらって、声かけてもらったらなと思います。ヴィンテージ系のヘッドライトは、値段もね、みんな知ってると思うけど、今どんどん高くなってるけど、それでもやっぱりバイクの顔っていうところで、つけたいと思ったらやっぱつけた方がいいし、その取り付けは私が頑張るとこやし、その辺は妥協なしでなんかこうつけてもらえたらなと思いますね。そういう在庫も結構してるし、レプリカ系だと値段は安いし、レプリカにするのもいいし、その辺は今回の動画を見ながらいろいろ参考にしてもらって相談してもらえればと思います。ヴィンテージ系のライトはホグランプであったりヘッドライトの廃炉がなかったりするけど、この辺はルックスが重視っていうところもあると思うんで、それを分かった上でこう相談してもらえたらなと思います。Somebody loves, who is it profit after all?